どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は先日届いたこちらの iPhone 15 Pro Max のカメラ性能をレビューしてみようと思います。発売日翌日に公開した iPhone 15 Pro Max のレビューでも作例をもとにカメラ性能について触れてみたんですけど、今日はこの前よりちょっと細かく見ていこうと思いまして、こちらの iPhone 15 Pro Max のカメラと、あとミラーレス一眼のソニーの α7 IV で撮った写真の比較を交えてカメラ性能を検証してみたいと思います。はい、突然ですがここでクイズです。今から写真を15枚出しますので、それらの写真がそれぞれどちらのカメラで撮影されたものかというのをね、当ててみてください。 iPhone の新機種が出たら毎回この企画やってるんですが、今までは2枚並べてどっちが iPhone でどっちがミラーレス一眼でしょうみたいなクイズだったんですけど、今回はね、写真は1枚ずつ表示するので、その表示されている写真が iPhone 15 Pro Max で撮った写真かミラーレス一眼の α7 IV のどちらで撮ったかっていうのをね、当ててみてください。一応カメラの設定はこんな感じです。 iPhone 15 Pro Max の方は JPEG ですね。 JPEG 取って出しで最大4800万画素までいきます。光学ズームだったら最大5倍で、デジタルズームだったら最大25倍で、換算 667mm まで寄れます。一方ミラーレス一眼のソニー α7 IV、 こちらも取って出しの JPEG になってまして、最大3300万画素になります。でレンズは複数使ってるんですが、メインで使ったのはソニーの FE24mm70mm の F2.8GM2 のレンズですね。あとはタムロンの望遠レンズですね。28mm から 200mm のレンズ、これらもね併用して撮っています。そんな感じで α7 IV はいくつかのレンズを付け替えて撮りました。どちらも JPEG です。すべて JPEG 取って出しで加工は一切していません。そういった写真が15枚ランダムで出てきますので、それらの写真が iPhone 15 Pro Max で撮ったものか、ソニーの α7 IV で撮ったものかっていうのをね、当ててみてください。はい、ではクイズ始めます。皆さんね、何問正解できるかカウントしてみてください。ではいきます。クイズスタート。
はい、皆さん何問正解できましたでしょうか。ぜひね、何問正解できたかコメントで教えてください。前みたいにね、2枚並べて比べてみると分かってしまう違いも、こういう風にね、写真を1枚ずつだと結構ね、分かりにくいと思ったんですけど、皆さんどうでしたでしょうか。はい、ではね、iPhone 15 Pro Max で撮った写真だけをね、抜粋して細かなところまで見てみましょう。はい、まずこちら、これもね、iPhone 15 Pro Max で撮った写真ですね。こちらはね、某大学の校舎の写真ですね。先日ね、この大学の学園祭でスイーツのイベントがあったので、ジェラートを並んでる時に撮った写真です。こちらが日中で光学1倍の 24mm で撮ってますね。なので、一番標準的なレンズで撮っています。で、最大の4800万画素になってますね。4800万画素なので、ちょっと拡大してみますと、結構こんな感じでレンガの細かいディテールまでね、かなり綺麗に出ているんじゃないでしょうか。すごいですよね。ここまでぐーっと寄ったらね、もちろん少し滲んだ感じはあるんですけど、最初パッて見たらね、この解像度で見れるわけですし、で寄っていってもね、粗探しをしない限りはかなり繊細に映ってるんじゃないかなと僕は思いました。あとこの濃淡の部分ですね。濃淡の部分もこうグラデーションがついてますけども、真っ暗いところから徐々にレンガのディテールがねこう出てくるところまで、この辺りのグラデーションというかね、こういったところも結構綺麗なんじゃないかなと思いました。細かいところ見ていくと、こういう風にね葉っぱの輪郭とかこういったところが少し滲んだ感じになってしまったりはするんですけど、この辺りもね粗探しをすればという感じなのかなと思います。クライアントワークとかじゃなくて、自分のね趣味であるとかで写真を撮るにはね、もう十分すぎるぐらいな画質解像度なんじゃないかなと思いました。綺麗ですよね、結構ね。今気づいたけど、ここちょうど飛行機映ってましたね。これ今まで気づかなかった。すごい、飛行機もこれぐらい、ある程度飛行機と分かるぐらいにね綺麗に映ってますね。すごいですね。はい、こんな感じです。まず1枚目、某大学の校舎はこんな感じです。はい、続いてこちらは新しく渋谷にオープン予定の商業施設の渋谷桜ステージですね。まだ建設中でオープンしてないですけども、こちら見上げる形で写真撮ってみました。これは光学2倍ズームで撮影しています。光学ズームにすると1200万画素まで画素はね落ちるんですけど、それでもねかなり綺麗にパキッと撮れてますよね。寄っていきますと、窓枠とかもこれぐらいまではね綺麗に輪郭しっかり映ってますね。雲と窓に映り込む雲、どちらもね綺麗に出てますよね。結構綺麗ですよね。こういう感じでね、かなり迫力のある写真も撮れます。これが2倍ズームで撮ってますね。はい、で続いてこちらですけど、これ結構すごい写真撮れたんじゃないかなと思います。これもね、渋谷を見上げていたら飛行機がねちょうど向こうから向かってきたので、急遽光学5倍ズームにして撮影しました。1200万画素の写真になってます。5倍ズームになってくると圧縮効果も効いて、ビルと飛行機がねかなり近いところを飛んでるように見えます。実際はねもっと遠く飛んでると思うんですけど、上空飛んでると思うんですけど、圧縮効果で、ね、ギュッと詰まった形の絵になるので、こういう風に映りました。飛行機かなり高いところ飛んでるはずなんですけど、こんな感じで車輪まで見えるぐらいの描画力にはなってますね。そう考えると結構すごくないですか。これ文字とかも読めますからね、こんな感じでね。あと飛行機雲、この白い線ですね、こういう筋も見えてますね、ちゃんと。あとはこのビルも、ビルの鉄筋のこういう細かいところまで見えますね。桜ステージの一番高いところですね。こういう感じで5倍ズームだとかなり鮮明にズームしてね、寄った形で写真撮ることができますね。この辺りすごいですね。続いてこちらは逆にぐっと寄ってマクロで撮った写真です。これはアガベのオアハカのホテルでね撮影したものなんですけど、こうねアガベの巨子ってこんなになってるんだっていうのがね分かる。こんなになってますね。細かいですよね。ここまで描写できるんですね。すごいですよね、これ。こんなですよ。巨子とかこう葉のディテールがねこう綺麗に表現されてますよね。ほんとうち植物たくさんあるんで iPhone で植物撮ることも多いんですけど、このね最近の iPhone についたねマクロ機能はほんと植物のためにあるんじゃないかなと思うぐらいね、かなりね植物の細かいところまで映し出すことができますね。これすごいですよね。ちなみに撮影した時の様子がこんな感じなんですけど、こうぐーっと寄っていくとマクロモードに切り替わってここまで寄れます。実際に iPhone 15 Pro Max と植物の距離はねこれぐらいです。もう植物の一番手前の葉にねくっついてしまってるぐらいまで近寄れてます。こんな感じで iPhone 15 Pro Max はねマクロ撮影も結構強いです。はい、続いてこちら
夜の街でのこたつですね。ポートレートで撮影しました。こちらは1200万画素で、どうでしょうかね、ボケとか結構いい感じじゃないですかね。夕方というか、夜の街だったので、結構日も暮れていたので、光量もね、明るさもあんまりなかったんですけど、その中でもね、あんまりノイズも入らずに綺麗に撮れてるんじゃないかなと思います。目の潤みまでね、綺麗に映ってますね。毛のディテールもちゃんと出てるんじゃないかなと思います。で、あとは輪郭のところですけど、輪郭はね、やっぱりどうしても光学の絞りに比べるとね、滲んでるというか、若干違和感はあったりするんですけど、こう引いてみたらね、十分すぎるぐらい美しく撮れているように見えるんじゃないでしょうか。あと、玉ボケも結構綺麗ですね。この後ろのイルミネーションというか、電飾のところについている丸いボケですね。これも比較的まん丸に近い形で、あんまりね、玉ねぎボケみたいな感じにもなってないので、結構この背景のね、ボケ感もいい感じになってきてるんじゃないでしょうか。ちなみに、ポートレートモードだと、こういう感じでポートレートと通常の写真、こういう風に切り替えることができます。これ撮影した後から編集することができます。で、下に F2.0 ってこうね、絞り値出てますけど、これもね、後からこういう風に変えることができます。ポートレートで撮ると、こういう風にボケ感を変えたりとか、あとピントをどこに合わせるかっていうのをね、変えたりすることもできます。これ結構面白いですよね。もしね、ピントがずれちゃったとかでも、後からこういうね、編集ができるっていうことですね。逆に言うと、これはこういう風に疑似的にボケ感を作り出してるので、なのでさっきみたいに輪郭の部分が少し嘘くさい感じになってしまったりするっていうのは、ミラーレス一眼とはちょっと違ったところですよね。で、このね、輪郭のボケ感の表現っていうのも、結構得意不得意なシチュエーションっていうのがやっぱりあるみたいで、こういう風にね、夜で暗くて光量も少ないところだと、ちょっとうまくね、輪郭ボケなかったりとかするんですけど、明るいとこだったり、あとはね、輪郭のタイプ、髪の毛とかみたいにね、細かな部分の輪郭トレースしようとすると、うまくいかなかったりするってこともあるみたいなんですけど、結構なのでこれはシチュエーションによるところもあるかなと思います。で、続いてこちら、東京駅ですね。これは夕方で光学1倍で撮ってます。1倍で 24mm で撮ってるので、こちらも4800万画素です。結構綺麗じゃないですか。こういう風にライトアップされたところの光のグラデーション、こういうところもね、すごい綺麗に出てると思います。あとこう手前の方の駅舎のね、こういうレンガ作りなんですけど、レンガのディテールもかなり細かく、あんまりね、そんなに潰れない感じで映せてるんじゃないかなと思います。もちろんね、完全に潰れてないかって言われたら潰れてるとこもちろんあるんですけど、引いてみてね、これだけの美しさにも十分なんじゃないかなと僕は思います。割とパキッとしてると思いました。あとね、空とかも結構綺麗に映ってますよね。後ろのビル群とかもすごい綺麗ですよね。ただね、iPhone、こう、良くも悪くもね、絵がパキッとするので、見方によってはね、iPhone っぽい写真になってしまうっていうのもあるっちゃあるんですけども、その写真 iPhone っぽいなってこうね、つつくような見方をしなければ、普通に綺麗な写真だし、一般的にね、SNS 投稿したりとか、自分で撮って楽しむとか、思い出に残すとかいう視点で考えれば、十分すぎるぐらいにね、綺麗なんじゃないかなと思います。用途によると思いますし、その人のね、どこにこだわるかってとこによって見え方っていうのはね、当然変わると思うんですけど、一般的にね、パッて見て綺麗か綺麗じゃないかって言われたらね、綺麗な写真だとは僕は思います。はい、皆さんはいかがでしょうか。続いて東京タワーも撮ってみました。こちらはどこだっけな、浜松町の駅から撮った東京タワーかな。小雨降る中で少し雲がかった東京タワーなんですけど、こちらは光学5倍ズームで撮影しています。1200万画素ですね。で、5倍ズームなので、これもね、こう圧縮効果が効いていて、手前のビルと結構遠くにある東京タワーがね、いい感じに圧縮されて融合した絵になってますね。小雨降っていたんで、少しこうディテールあんまり綺麗ではないですけども、雰囲気ある写真にはなったんじゃないかなと思います。はい、続いて同じ日に撮ったんですけど、もうちょっと日が暮れて夜の6時過ぎぐらいの写真なんですけど、ライトアップされた東京タワーと、あと手前のね、この道路の車がギュッと圧縮効果が効いてると思います。こちらはね、光学5倍よりもっと先で、デジタルズームで10倍ぐらいなのかな。換算 204mm の写真になってます。で、画素数は1200万画素です。200mm とかになってくると、こう圧縮効果結構面白いですよね。夜なのでね、ノイズも乗るし、あとこういうね、ゴー
ストでやっぱりどうしても入っちゃいますね。ゴーストも乗ってきたりしてしまうので、ちょっとね、あんま綺麗じゃないところもあるっちゃあるんですけど、ライトアップされた東京タワーをね、圧縮効果でギュッとこうね、詰めた形の絵を撮ってみたかったんで撮ってみたんですけども、この辺りから撮るね、手前の建物と、あと車のヘッドライトと、ライトアップされた東京タワーをギュッとこう圧縮した写真、これ撮りたかったんで、ちょっと描画が汚くなってしまうところも覚悟の上でここから撮ったんですけど、それでもね、パッと見た感じかなり美しい写真になってるんじゃないかなと思いました。美しい以上にね、面白い写真が撮れたんじゃないかなと思ってます。本当はこれ歩道橋から撮りたかったんですけど、ちょうどこの日ね、歩道橋の改修工事で歩道橋今まであったものがなくなっていたんで、地上から撮ったんですけども、それでもね、面白い写真が撮れました。はい、続いて夜のセンター街ですね。ここは看板がたくさん左右にね、ひしめき合ってるので、ここも圧縮効果を効かせて面白い写真が撮れるかなと思って、ここでね、撮影してみました。これも6時過ぎぐらいで別の日に撮ってますけど、光学5倍ズームで撮ってます。1200万画素ですね。さっきと一緒で、夜とこういう風にね、ノイズは乗ってきたりするんですけど、でもこのね、文字だとか、看板のディテールとか、こういったところね、かなり細かく見えてますよね。でこういう風にね、左右に看板がたくさんあるところ、こことか、あとは新宿の歌舞伎町とか、あと僕が大好きな台湾のディーホアジェとか、ああいうところね、両脇に看板がたくさんあるので、両脇にね、看板がたくさんあるところでこういう風に圧縮効果を効かせたズームの写真を撮るとね、結構面白い絵が撮れますよね。もういい感じに渋谷のごちゃごちゃ感が出てるんじゃないかなと思います。はい、続いてこちら、満月の翌日のちょっとだけ欠けちゃってる月ですね。こちら、デジタルズーム最大25倍まで寄りまして、換算 667mm で撮影しています。1200万画素で、撮ってますね。iPhone 15 Pro Max はこう25倍寄れるので、これだけのね、描写ができます。iPhone でここまで撮れるってね、結構すごくないですか？もちろんね、ミラーレス一眼に取り付けるね、高額なレンズを使って、もっとね、寄れる、もう何百ミリとかのね、レンズを使って撮ればもっともっと美しい輪郭がパッキリしたね、クレーターも綺麗に映るような月が撮れるとは思うんですけど、 iPhone 15 Pro Max でここまで撮れるってね、もうこれだけで結構すごくないですか？しかもね、こう寄ってったらちゃんとクレーターまである程度ね、見えますし、輪郭もね、そんなにボケボケにはなってないですよね。これ無加工です。無加工で iPhone 15 Pro Max で撮っただけです。で、撮り方ね、ちょっと特殊な撮り方はしていて、こんな感じでね、普通に撮ろうと思ったらこう明るすぎちゃったりぼやけちゃったりするんですけど、ズームした状態で近くのこうライトとか看板とか明るいところにフォーカスと明るさ設定して、オートエクスポージャーとオートフォーカスをロックして、それでもう一度月にカメラを戻して、で明るさをぐっと下げていって撮影すると、こうするとある程度綺麗に月を撮ることができます。こういう風にちょっと特殊な撮り方はしてるんですけど、間違いなくね iPhone 15 Pro Max で撮った月です。はい、こういった月を撮ることもできました。はい、そういったわけで今日はこちら iPhone 15 Pro Max のカメラ性能にフォーカスしたレビューをしてみました。 iPhone でもここまでの写真が撮れるんだなっていうのがね、分かっていただけたんじゃないかなと思います。もちろん僕もミラーレス一眼を使ってるので分かりますが、ミラーレス一眼の方がね、描写力もちろんあると思います。ミラーレス一眼でしか撮れないような写真っていうのはね、あると思うんですけど、でもね、普段使いするであるとか SNS に投稿するであるとか、思い出を残すために写真を撮るとか、そういうのであれば本当に iPhone だけでも十分なんじゃないかなっていうふうにはね、思わせてくれるような描写力だったんじゃないかなと僕は思います。皆さんはね、どんな感想を持たれましたでしょうか？よかったらね、写真の感想もコメントでお寄せいただけると嬉しいです。はい、そういうわけで今日の動画は以上です。このチャンネルではこういうふうに iPhone など Apple 製品のレビューとかガジェットのレビューなんかもやってますので、そういったもの興味ある方よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。